さてどうも皆さん、今日もお疲れ様です。動画見てくれてありがとうございます。今回はピザ料理やっていきます。もしかしたらもうこれで見覚えある人もいるんじゃないですか。さようでございます。遠路のピザ窯です。その名も電気式窯焼きマスターです。いやいや、お前ちょっと前にそれ紹介したじゃんと思った方もいるかもしれませんね。ちょっと違うんですよ。これ商品が進化してるんです。前に僕が紹介させていただいた時は加熱の温度は400度までだったんですけど、今回なんとね50度も上がって450度まで上げれるようになってます。さらに焼き時間も1分ほど短縮されてるんですよ。この1分はでかいです。おうち本格グレートピッツァが焼ける感動をさらに上回ってきたってわけなんですよ。はい。そんなこんなで最近おうちピザ界隈でにぎわってるこの遠路のピザ窯を使ってフランスのピザを作っていきます。といっても厳密にはピザとは異なるんですけども、限りなくピザに近い料理です。フランスの南プロバンスだったりイタリア北部のリグーリア州、特にジェノバですねで食される郷土料理です。ピサラディエールと言います。以後よろしく。中身は非常にシンプル、素朴でですね、炒めた玉ねぎですね、あとはアンチョビとオリーブです。基本的にこの3つがあればできます。なのでピザの生地の食感は好きなんだけど、トマトの感じがやっぱり得意じゃないとか、お肉がたくさんあったりするのは苦手だな、そんな方に抜群に刺さるピザになるかもしれません。とりあえず玉ねぎをめちゃめちゃスライスしておきます。今回は3個分です。これでだいたいピザ4台分ぐらいは作れると思います。大きさにもよりますけどね。めちゃめちゃキャラメル色にしていきますから、これがね一番作業で時間かかるところなんです。でどうせ作るならなるべく多めに作っておいて冷凍しておけば好きなタイミングで使えますから、仕掛けるときはちょっと多めにやることが多いですね。フライパンはやや強火にして、そこに玉ねぎを加え、塩を2振りぐらいですねとオリーブオイル全体に回しかけます。まずは一気に加熱していき、玉ねぎに火を加えていくんですけど、あんまり気合い入れすぎて玉ねぎがすぐ焦げていってしまわないようにしましょう。まずは玉ねぎからじっくりと水分を出します。それがだいたい5分ぐらいかかりますから、この段階で遠路も立ち上げて温度を上げておきます。上下しっかりと温度調整もできますし、操作もねしやすいです。今回は450度まで上げて、この電源ボタンもう一回押すと温度が上がっていきます。玉ねぎは5分ほどもするとこんな感じでだいぶしんなりしてきて半透明になってきましたよね。水分が出てきた証拠です。ローリエを加えて香り付けして、ここからは玉ねぎの水分をしっかりと飛ばし色付けしていきます。さらに5分から10分中火から強火で炒めてるとこんな感じでだいぶ茶色くなってきましたね。これもうかなりいい感じです。粘りも出てきてる状態なんで、ここでチキンブイヨンを加えます。チキンブイヨンは市販の顆粒のもので、それをお湯で溶いて準備しました。鶏の旨味を足していく感じです。玉ねぎの甘さに対してやっぱり旨味をしっかりと含ませていきたいんで、たっぷり入れます。だいたい 300ml ぐらいですかね。中火でゆっくりと水分を飛ばしていきながら白胡椒も軽く振ります。これぐらいはもう OK です。ほぼ水分もなくなってちょいとしっとりしてる感じで、これで引き上げましょう。あんまり水分を飛ばしすぎると今度は温度が下がった時にピザ生地の上でね塗りづらいとかね、そういうことになっちゃうんですよね。さあそんなわけで具材は用意できたんで、一旦これでこのオニオンだけでピザを作っていきます。このオニオンだけで作るんで、もうオニオングラタンスープのピザバージョンっていうイメージです。
ピザ生地はちなみに冷凍を使ってます。遠路さんで販売されてる冷凍ピザ生地です。これのクオリティが僕は非常に好きです。ナポリピザの生地だったりローマピザの生地だったり、いくつか種類が豊富に用意されてるんですよ。こんな便利な冷凍ピザ生地あったら、もうお味噌汁作るくらいピザのハードル下がりますよね。さあ、ピザ生地は若干薄く伸ばしすぎちゃったんですけど、まあ問題ないでしょう。さっき炒めておいたオニオンたっぷり塗って、その上にはシュレッドチーズ、スーパーで売ってるやつで大丈夫です。なんかもう美味しそうですね、すでに。ちょっとオリーブオイル振って、オニオングラタンスープを作るかのごとくピザ窯に放り込みます。それで加熱スタートです。1分半ですよ。もう1分半もすればものすごい素晴らしい焼き色つきますよ、これ。見てください、これちょっと見づら。それで反転させて10秒から20秒ぐらい、あとは感覚で引き上げて OK です。めちゃくちゃいいっすね。もうこれだけですごいうまそうじゃないですか。これだけでテンション上がりますよ。オニオングラタンピッツァとしてちょっとこれ普及させたいですね。ちなみにこれはまだピサラディエールの本来の形ではないですから、あくまで香ばしく炒めたオニオンをベースとした簡単なピザです。うまっ、めちゃくちゃうまい。もうこれだけで素晴らしい。これ最高じゃん。シンプルでいいな、これ。うまいよ。裏側もちゃんと焼けてるし。はい、幸先のいいスタートが切れたんで、2発目はしっかりと本格的なピサラディエールいきましょうか。まずは種抜きのオリーブカットしていきます。半割りでいいと思います。あとはアンチョビ。今回はそこまで塩辛くないものをチョイスはしてるんですけど、大きさ的には縦に半分で十分かなと思ったんで、縦に半分2等分にしてます。さあ、2回目のピザ生地広げていきましょう。個人的にセモリナ粉が好きなんでセモリナ粉を打ち粉にしてますけど、これは本当に、小麦粉、純強力粉とかちょっとした好みこだわりがあればそれを使ってください。一発目に伸ばしすぎたんで今回はね大丈夫ですね。同じくオニオンをしっかりたっぷり塗ってって、これが味のベースになりますからね。それで縦半分にカットしておいたアンチョビを四方に並べていきます。その間に半分にカットしたオリーブで、モッツァレラは本来は乗せないんですけど、ちょっとアレンジでモッツァレラ乗せてます。それでまたオリーブを添えて、仕上げには軽くグリエールチーズ、コンテチーズとかあればそれでもいいですし、パルミジャーノでももちろん、もし私んちちょうどパルミジャーノあるわっていう方はパルミジャーノでも大丈夫です。さあ、それでピザ窯の中に放り込んでいきます。今回も先ほど同様、だいたい1分半から2分かからないぐらいですかね、トータル。それで焼き上がります。こんな感じです。いいじゃないですか。モッツァレラがまたいい感じですね。仕上げには軽くタイムとオリーブオイルを振りかけてカットしていきます。このアンチョビがまたいいんですよ。このアンチョビの塩気が絶好調だ。いや、うまっ。最高っすね。もう玉ねぎのほろ苦さと甘さの中にアンチョビの塩味があって、でオリーブの熟成感と、あとモッツァレラチーズのちょっとしたミルキーなフレッシュさ、これがね全部合わさって、いやめちゃくちゃうまいですよ本当に。白ワインと一緒にこれ食べてほしいな。白ワインあったっけな。俺あれだ、このピザ生地がまずめちゃくちゃ好きだ。
自分でこねたいっていうね人はピザ生地こねても全然いいんですけど、このね遠路と冷凍ピザ生地あればほんとめちゃめちゃ食が充実しますよ、ね、冷凍ピザ買ってきてそれをちょっと美味しく焼きたいっていうだけでもいいと思うんですけどね、もう仕上がったやつを、はたまたねこういった感じでちょっとアレンジしたピザも楽しめるし、こんなことがあっていいんだろうか。こりゃあかん、こりゃあかんよ。やばい、止まんない、どうしよう、食べよう。というわけで電気式釜焼きマスターでした。期間限定で 20% オフもやってるようなので、概要から商品ページ覗いてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アミヤント。